こんにちは、ますみです。本日はラングチェーンメモリーについて解説します。この動画を見ることでプロンプトエンジニアとしての引き出しを一つ増やすことができるでしょう。ラングチェーンの大枠についてまだ知らない方はこちらの動画を先にご覧ください。それでは本題に入ります。メモリーとはチェーンズやエージェンツの内部における状態を保持する機能です。基本的にチャット GPT などのチャットモデルの中でのチャットのやり取りは静的化されており、勝手にデータが保持されることはありません。チャット GPT の Web サービスのように特定のチャット内での過去のチャットを引き継ぎたい場合は Python の配列などに保存する必要があります。また特定のチェーンの中でのチャット履歴を次のチェーンに引き継ぎたい場合もその情報を渡す処理を書く必要があります。このような処理を短いコードで記述しやすくしてくれたツールがラングチェーンメモリーです。ラングチェーンメモリーの機能を理解する上で知っておくべき概念は主に3つあります。1つ目の概念はチャットメッセージヒストリーです。チャットメッセージヒストリーとはチャットの履歴データを管理するための機能です。より具体的に説明すると、ヒューマンメッセージや AI メッセージなどが格納された配列の操作をしやすくしてくれた便利ツールです。例えばチャットメッセージヒストリークラスのインスタンスに対してヒューマンメッセージを追加したいときに Add ユーザーメッセージというメソッドを使って簡単に追加することができます。2つ目の機能はシンプルメモリーです。シンプルメモリーとはチェーン上で最初に設定できる共有メモリーの機能です。時間や場所などの前提情報を格納することができ、シークエンシャルチェーンのインスタンスを作成するときにシンプルメモリーを紐付けると、そのシークエンシャルチェーンの中の全てのチェーンにおいて前提情報となる変数を用いることができます。3つ目の機能はバッファーメモリーです。バッファーメモリーとはチェーンズやエージェンツ上における履歴データの共有メモリーの機能です。非常にややこしいのですが、バッファーメモリーのメモリ空間上の履歴データは先ほどのチャットメッセージヒストリーのクラスをベースにしています。このメモリ空間上のデータをチェーン図間やエージェンツ間で受け渡しする機能が加わったチャットメッセージヒストリーをパッケージしたクラスと解釈することもできます。これを用いることでチャットを実行するたびに履歴を管理する必要がなくなり、自動的に履歴データが更新されていきます。ここから Python を用いた具体的な実装方法を説明します。まず環境構築としてラングチェーンを用いるため pip インストールラングチェーンをしておきましょう。そしてこれ以降の説明では OpenAI のモデルを用いるため pip インストール OpenAI をした後に API キーの設定を行っていきます。ご自身で登録した API キーをこちらのダブルクォーテーションの中に入れて実行してください。こちらで環境構築は完了です。次にチャットメッセージヒストリーの使い方を説明します。チャットメッセージヒストリーというクラスのインスタンスを作成し、Add ユーザーメッセージというメソッドによってヒューマンメッセージを、Add AI メッセージというメソッドによって AI メッセージを追加することができます。それでは実行していきましょう。すると結果が示す通り、メッセージスという属性の中にこのメッセージのリストが格納されています。またメッセージス to dict とメッセージス from dict というメソッドを用いて配列と辞書型のデータを双方向に変換可能です。次にシンプルメモリーの使い方を説明します。以前のチェーンズの動画で紹介したコードになるのですが、以前のコードからの差分としてシークエンシャルチェーンの中にシンプルメモリーというインスタンスを格納しています。このメモリの中にはタイム2030年というデータが格納されています。そしてここで設定したタイムという変数をこの中で使っているチェーンの中で使用しています。こちらを実行するとこのようにタイムという変数が使われたプロンプトが無事実行できていることがわかります。最後にバッファーメモリーの使い方を説明します。ここではチャットに特化したカンバセーションバッファーメモリーを紹介します。カンバセーションバッファーメモリーのインスタンスは Save Context というメソッドによって入力と出力を手動で書き込んだり、Load Memory Variables というメソッドによって読み込むこともできます。こちらを実行してみましょう。そうするとここではチャットの履歴が文字列になって出力されます。もしもここを文字列ではなくメッセージのリストにしたい場合は Return Messages = True に設定した上で実行しましょう。そうするとこのようにメッセージのリストが格納されます。そしてこのカンバセーションバッファーメモリーはカンバセーションチェーンのインスタンスを作るときに設定するとそれ以降のチャットを全て自動保存してくれます。それでは実行してみましょう。こ
こでは AI とは何かと質問して、AI とは人工知能の略語ですと返答が返ってきました。そしてこの後により詳しく教えてと入力してみましょう。すると一つ前の AI とは何というチャットを保持した状態で回答を生成してくれます。最後にカンバセーションチェーンではなく LLM チェーンでの実装方法も説明します。先ほどと同様にカンバセーションバッファーメモリを格納するのですが、この時にメモリーキーイコールチャットヒストリーと設定し、その変数をプロンプトテンプレートの中に入れ込んでいきます。こちらで実行してみましょう。そうするとカンバセーションバッファーメモリによって過去の会話を保持してくれて、プロンプトに毎回履歴が入力されます。例えばより詳しく教えてとこの後実行してみましょう。そうすると過去のチャットの履歴がしっかりと残っていることがわかります。以上、本日はラングチェーンメモリーを解説しました。もっと学びたいという方はこの動画以外にも様々な教材を YouTube と公式 LINE で発信しているため、ぜひチャンネル登録、友達追加お願いします。ではまた。